ルール無用 JCJC タイムアタック2両切りを目指して様々なマシンを作っています。今回は変調新シャーシを作ります。変調新シャーシはレーンチェンジの攻略に特化したマシンです。LC での壁の飛び移り時にマシンがコース外側にまくられてしまう対策として、重心を壁に寄せれば壁を床と考えた時に低重心となりまくられにくくなるというコンセプトでした。このアイデアはうまく機能して自己ベストを更新しました。そしてその改良版に VEC サイドカーがあります。コース幅いっぱいのローラーはマシンが斜めになると壁に引っかかりました。壁が狭まるウェーブセクションは可変幅ローラーで通過しました。このマシンも自己新記録を更新したマシンでした。しかしこれ以上スピードを上げた時に問題が生じました。ウェーブセクションで可変幅ローラーがしなって姿勢がバレることで大幅に減速するようになっていました。今回はここの改善とさらなる高速化と LC 対策の追加を行います。足し算方、それでは制作へレッツゴー。マシンのイメージを描きます。重量物がマシンの左側に寄るようにします。右側に可変ローラーをつけるので左側により重量物を寄せたいです。書き直します。ダブルモーターにします。駆動輪を片輪のみにします。これで重心をさらに左側に寄せます。マシンのイメージが完成しました。これを元にモデリングしました。印刷しました。試作シャーシ1号です。修正点を洗い出します。バッテリーが入りません。シャーシの硬さを見ます。ふにゃふにゃバットです。補強を薄くしすぎました。ですが厚くすると右の重量が増えるので難しいです。試作シャーシ2号です。バッテリーが入るようにしました。前後のステを直線でつなぐ補強を追加しました。曲がらなくなりました。コースアウトからの激突による前方からの衝撃対策です。試作シャーシ3号です。試作シャーシ4号です。ローラーを取り付けました。可変ローラーの動きをチェックします。いい感じです。ウェーブセクションを通過できるかを確認します。通らない。重心を左に寄せるためにバッテリーを壁に寄せすぎました。試作シャーシ5号です。モーターの取り付け向きを逆にしてバッテリーを置くスペースを作りました。これでウェーブセクションを通過できるようになりました。バッテリーを右に寄せすぎました。試作シャーシ6号です。バッテリーをウェーブが通れるギリギリまで左に寄せました。試作シャーシ7号です。こちら側の空間で何かできないかしら。広い面のスペースがスカスカですね。広い面。早速あの理論を活用する時が来たようです。あの理論？それは変身ダウンフォースです。レーンチェンジでコースアウトをするときはコース外側にマシンがまくられることが多いです。この対策としてダウンフォースをマシンの片側にのみに与えました。この回転を起こすコース内側にまくる力で外側へまくる力を相殺するという考えです。ダウンフォースをマシンの押さえつけよりも姿勢制御に活用するということですか？結果として少ないダウンフォースで効果的にコースアウトを防げることが分かりました。逆にコース外側のダウンフォースではすぐにコースアウトでしたね。コース内側にダウンフォースを寄せるということはマシンの重心の右側にダウンフォースを寄せるということです。そして変調新シャーシはすでに重心が左に寄っているので、この空いた空間にダウンフォースを発生させれば変身ダウンフォースになるということです。まさかのシナジーです。試作シャーシ8号です。底面をフラットな面にしました。ここに空気を流します。ベルヌーイの定理でいい感じにダウンフォースが発生することに期待。フロントの開口部から流れてきた空気がマシン底面とコースとの間の狭い空間を通るときに速度が増加して軟化ダウンフォースが発生するやつですよね。不思議です。あとこれよれたので印刷し直しです。試作シャーシ9号です。補強が1本線で十分そうなのでクロスの補強を消しました。それに底面も追加したことで右側の重量が増えたので軽量化です。前後から力を加えていますがしっかりと硬いです。試作マシン完成です。そもそも片輪走行でまともに走るかわからないので試走します。遅いです。トラクションが抜けている気がします。タイヤの回転がしっかりと地面に伝わっていないということですか？リアローラーを若干下向きにして全てプラローラーにしてみます。やばい、早すぎかも。ドーン。がっつり壊れてしまいましたね。コースアウトするたびに壊れるのは困ります。あとは印刷方式の関係でスライド部の精度が悪いためか、グラグラするくらい隙間を空けないとスライドがスルスル動かないです。スラスト抜けしますね。強度と精度問題を解決するためにナイロン12素材の MJF 印刷を発注します。 PCBA から 3D プリント発注画面に行きます。モデルのファイルをアップロードします。ビュアーでモデルを確認します。サイズも形状も設定通りです。素材を選択します。ナイロンの HPPA12 にします。英語なので翻訳を入れます。
塗装のオプションがあるの面白いな。今回はそのままにします。モデルが推奨の壁の厚さ未満の場合に適切に印刷できないリスクを了承します。ネジ切りのリスクも了承します。モデルにネジ切りしていないので、輸入に必要な 1S コードを選択します。当てはまりそうなのがないのでその他にします。輸入統計品目表を見ると今回のマシンはこちらのコードに該当しそうです。製品の説明欄に書きました。最後に個数を選択します。印刷個数は1つにします。ホイールも印刷します。シャーシと値段同じですね。最小価格があるのでしょう。考えがあります。おりゃあ。細い線でホイール同士をつなげて一つのモデルとしました。あり？これが許されるかの検証にもなります。実質8個ですが 12.45 ドルのままです。承認されたらグッドです。予備シャーシも追加して発注します。こちらの確認も問題ないので同意して発注します。届きました。オープン。ふむふむ、どの方向でも穴がとても綺麗です。普通は積層方向は潰れますからね。スライド部もツルツルグッドです。鋭いエッジも印刷できています。強度はコースアウトしたらわかります。ホイールはカノに入った状態で印刷されてきました。これはトイレじゃなくてこのまま印刷なんですね。ホイールの出来を確認します。印刷の継ぎ目がなくてグッドです。 FDM 印刷だとこんな感じに継ぎ目が盛り上がります。底面のフラットボトムがないです。透明の方が変調芯シャーシが見た目になるのでプラ板で作ります。型を印刷しました。シャーシの形で切り出しやすくします。型に合わせて固定用の穴を開けます。型でプラ板を上下から挟みます。固定します。切り出します。型から外します。うまく作れました。グッドです。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。フランジベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを差し込みます。スキットローラーを取り付けます。固定します。ローラーを取り付けます。固定します。バネを入れます。可変ローラーステを取り付けます。ローラーを取り付けます。固定します。前後をミラーリングします。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。バッテリーを搭載します。フラットボトムを取り付けます。できました。可変ローラー搭載肩リンク同シティエアロ超変調芯シャーシ。マシン名は UEC エアロバイカーです。シャーシ本体は下の二輪部分です。重心は超左に寄ります。そして大きな開口部。これぞ変調芯シャーシです。底面を透明にしたのはこのこだわりでしたか？自作の小径ホイールは重心を下げます。可変幅ローラーはウェーブセクションを通過させます。フラットボトムはダウンフォースを生みます。この危険な突起は何ですか？ L シート突入時の坂で滑らかに滑らせます。重量チェック。63.25g。 重心チェック。雰囲気ここらへん。これにより LC で飛び移る壁に対して低重心となりロールが抑えられます。ステーのスラスト抜けチェック。かなりガタが減りスラスト抜け角が抑えられました。印刷精度向上で隙間を 0.4mm から 0.2mm に狭めてもスルスルスライドするようになりました。フラットボトムは走行中にダウンフォースを発生させます。さらに開口部が広い面となるおかげでロールの動きをする際に空気を押し上げるため空気抵抗がかかります。これによりロールを抑えます。内輪を仰いだ時に空気の重みを感じるやつですね。一方で上面は開けているためマシンが斜め姿勢になった際にリアローラーステーがガーニーフラットとして機能してダウンフォースを発生させることを狙っています。ここでもダウンフォースですか？ダウンフォース系は全て暖房です。でしょうね。幅広のローラーは少しでも傾くと引っかかります。可変ローラーステーはウェーブセクションを通過できるようにします。片輪駆動はコーナーでの内輪差の影響を無効化します。つまりコーナーが速いです。まとめると最初に挙げた課題をこれらの機能で解決します。それでは走らせましょう。5。いきなし速いです。そして安定感が半端ない。これはとても期待ができます。スロー。床に張り付いたようなレーンチェンジです。素晴らしい。このスピードでこの張り付き感は私史上初です。念願の2秒2リあるぞマジで。コース内側の壁に対しては重心が高いので LC 上りのカーブでマシンは内側にまくられます。まくられていいんですか？むしろ活用します。マシンが斜め姿勢になるのでウレタンローラーのみが壁に当たり引っかかります。加えてローラー幅が広いので斜めになるとさらに壁に引っかかります。ぶっ飛びの勢いを消して LC の下りに入れるのですね。
壁飛び移り時にはプラローラーが当たりますが、このシャーシは外側へはまくられないので関係ないです。姿勢変化も起き上がりもほとんどないです。去年の VEC サイドカーだとゴム多め幅広ローラーセッティングで 2.41 秒の速度でもこれだけ浮いていました。この時はこれでもいい方でした。成長と進化を感じられて嬉しいです。スピードを上げましょう。左下段ローラーを魔王ローラーにしました。さらなるスピードアップを狙います。5ドーン。さすがに無理か。スロー。左下段ローラーが滑りコースアウトしました。プラに変更した影響が顕著に現れました。固めのマットに激突しましたが突起は無事でした。ナイロン強し。左下段ローラーをアルミローラーにしました。若干滑りにくくします。頼む。5 1.962 秒。ついに2秒切りです。よっしゃ、ルール無用始めて2年半。ようやくたどり着きました。動画は25本目です。本当に長かった。スロー。余裕のあるレーンチェンジです。ローラーセッティングが噛み合っています。ここで見切りやスキットローラーが外れたのですね。外れてもその影響を感じさせない走りでした。スキットローラーの固定をロックナットにしました。バッテリーもフル充電です。 UEC エアロバイカーでのベスト記録を狙います。5 1.932 秒。自己新記録です。いいマシンを作れました。今回でようやく念願だった2秒切りができました。そしてそれを変調新シャーシで達成できたことがとても嬉しいです。庭からの象徴的なマシンの一つですからね。次はウェーブスルー奏法を完成させることが目標です。あれで2秒切りはロマンの塊です。ワクワクします。今回は PCBA でシャーシを印刷しました。家庭用 3D プリンターではできない印刷ができるのでかなり活躍します。使い方も非常に簡単です。概要欄からぜひチェックしてみてください。チャンネル登録、コメント、いいねもお願いします。皆さんが思っている以上にモチベーションに直結しています。それではまた、のし。